あれはスナイパーデスシャーク。こうなったら我が一族に伝わるメイド式格闘術で。あっ、メイドさんが飛べなかった。はい。私もまだまだプロになりきれないわね。かなでさん。お疲れ様。飲み物どうぞ。びっくりした。ありがとう。いただくわ。びっくりさせちゃった。わざわざ私の驚き顔を見に？撮影が終わるなり、なんだか浮かない顔で歩いていったでしょ。気になっちゃって。さすが、よく見てるわね。何か悩み事ですか？悩みというわけではないけれど、仕事に私情が入ってしまう自分を少し反省していたところ。色気を出せとか、エンタメは観客にこびろとか。いえ、言っていることは正しいと思うんだけど、あの監督、どうも肌に合わなくて。わかります。セクシーさを見せるのってちょっと恥ずかしいですよね。恥ずかしさというより、品性？こびるのではなく、見せたいというか。いえ、これも結局私のエゴね。そういうこだわりも大事だと思います。プロデューサーさんにも相談してみたら？ええ、ありがとう、みなみ。そんな。さあ、そろそろ戻りませんか？みんなでホテルに帰って休みましょう。あら、もう少し二人で潮風を浴びない？あんまり遅くなるとプロデューサーさん心配してやってきちゃうから。振られちゃった。戻りましょうか。来た来た。そろそろ帰るよ。プロデューサーさん、二人が帰ってきました。いつでも出られますよ。一人で残るのですか？まだ何かやることでも。心配する必要はなかったみたいですね。そうみたい。さて、それじゃあみんなで。どうかした？なんでもない。さあ、駅に向かいましょう。話させても話してはくれないの。どこまでも完璧で誰にでも与える一方で、女神の用とはよく言ったものね。ああ、電車が行ってしまいました。では次の電車は1時間後だよ。それじゃあ歩いて帰るっていうのは？2駅分だし、なんとか歩けるんじゃない？徒歩1時間半。時間はかかるけど、ただ待つよりはいいかもしれないわね。
じゃあそうしましょう。なんだかちょっとワクワクしてきちゃった。デア・アウローラ。私たちのユニット名の意味は、夜明けの女神ってところかな。女神なんて、私には恐れ多いけど。私にだってそうですよ。でも、そう名付けてくれたプロデューサーさんの期待には応えたいなって。二人にぴったりだよ。いいなあ、女神。私も呼ばれてみたい。かなこ女神様。はーい。ありがとう、ゆかりちゃん。千代ちゃん、撮影はどうだった？確か、映画の撮影、初めてだったんだよね。可もなく不可もなく、でしょうか。こうして今日の撮影を終えられたということは、私は私の仕事を成したかと。個人的な感想としては、ふざけた脚本だな、と。あら、本当に使えるわけじゃないの？メイド式格闘術。まあ、真似事程度なら。お嬢様に付き合わされて、いろいろと習ったことがあります。すごいですね。ゆかちゃんとどっちが強いんでしょう。あ、ゆかちゃんというのは、私のお友達のスイカを割れるアイドルなんですけど。私はスイカは割れません。なら、ゆかちゃんの勝ちですね。何の勝負なのかな。みんな、ちょっと道を開けてあげて。集団下校かな。懐かしいな。みんなもあった？集団下校。あったあった。男子がふざけててうるさかったりして。わかります。それを注意してちょっと喧嘩になっちゃったり。南らしいわね。クラス委員とかやってたんでしょ。そんなにわかりやすいかな、私。ゆかりちゃんはどうだった？実は、送り迎えは家の人がしてくれたので、こうして長い時間歩くのは、それこそロケなどがなければ、あんまり。お嬢様。千代ちゃんは？小学生。もう、遠い昔のように感じます。そうね。あの頃の私が今の自分を見たらびっくりするかも。小学生の奏さんってあんまり想像できませんね。あら、これでも確か純粋な女の子だったのよ。愛情と夢、優しさを信じている。ね。世界はそこまで綺麗にできていないと気づく時が来るものです。そう。でも、あの頃の残滓が自分の中にあるから、こうしてアイドルなんて仕事をやっているのかもしれないわ。そうなのですね。かなこちゃんは昔からお菓子を作るのが好きだったの？お菓子を作ってみんなで食べながらワイワイお話しするの楽しかったな。私はお稽古事が多かったので、そういうの少し羨ましいです。でもその分ゆかりちゃんはいろんなことが身についててすごいと思う。小さい頃の経験が今につながっている。そう思うとなんだか感慨深いですね。
それ、返事は良いのですか？大丈夫。急ぎのことじゃないから。それよりみんな、歩き疲れたよね。そろそろ少し休憩にしない？そうですね。それなりに歩きましたし、喫茶店にでも入って一息つきましょう。悪くありません。コーヒーもドリップで丁寧に入れてありますし、内装の趣味も落ち着いたアンティークで洒落ている。良い店ですね。都会のカフェと違って混んでもいないし、落ち着くわね。ありがとうございます。おいしそう。ケーキも美味しいです。かなこさん、一口いかがですか？食べる。ありがとう。お返しにパフェあげるね。ねえ、さっきお店に入ってきた子、泣いてますよね。ちょっとだけお話聞いてみる？私なら放っておきます。他人の事情に首を突っ込むのは容易ではありません。そうね。でも誰かを笑顔にするのがアイドルだと思うから。何かあったんですか？はい、新田みなみです。私たちのこと知ってくださってるんですね。ありがとうございます。今は撮影を終えて少し休憩していたのだけど、なんだか悲しい声が聞こえてきたから。私たちでよかったらお話聞くよ。なるほど。芸能界志望だけど親御さんに反対されてるのね。でもそれは。話せることだけになるけれど、それでもよければ。
普通の幸せって何なのかな。それはわからないけれど、今はあの子を追いかけましょう。あまり遠くに行ってなくてよかったです。そういう言葉は口に出すものではありません。あなたの気持ちわかるわ。大人って身勝手よね。でもただそれに反発したって意味はないと思う。特に芸能人を目指すのならね。だって人を魅了するのが仕事なんだもの。あなたに無関心な人、批判する人、そういう人たちは必ずいるものです。でもね、そういう人たちだってファンに変えてみせてこそアイドルだって思うんだ。だからご両親に見せてあげてください。あなたの魅力、あなたの気持ち、それがきっとあなたの最初のオーディションですよ。あの子、大丈夫でしょうか。心配だよね。家庭の事情は人それぞれです。私たちにできることなど最初からありません。あとは彼女がどう考え、どう行動するかね。私たちからは芸能界にいる身として正しいことを伝える。それ以上は踏み込める範囲じゃないのかも。でも私の気持ちが何が正解なのかな。まだ一つ目の駅ですけど。当初の予定より遅れています。道中で時間を食いました。今からなら電車を待つのもいいかも。あんまり待たずに乗れると思うし。そうだね。いっぱい歩いたし、電車を待つ？私は少し疲れてしまって。そうしたいですけど、皆さんいかがでしょう？では、電車を待ちましょう。せっかくだし、私は宿まで歩こうかな。みなみも付き合ってくれない？たまにはゆっくり歩くのも悪くないでしょ？そうですね。じゃあ私も歩こうかな。かな子たちは先に帰ってて。プロデューサーさんにもよろしく。わかった。じゃあまた後でね。駅を越えて少し雰囲気が変わってきたわね。そうですね。地図によれば町から離れてちょっと山道みたいなところも通るみたい。迷わないように注意しないと。どうかした？そのスマートフォンの充電が。あら、大変じゃない。かなでさんはあとどれぐらい残ってます？実は私ももう充電切れ。どうしよう。これじゃ地図が。まあいいんじゃない？我
大体の方角は分かってるし、大雑把な道のりは覚えているでしょ。それはもちろんそうだけど。迷ったら迷ったで、それも面白いんじゃない？さあ、行きましょう。待って、奏さん。ここの路地はどっちかな？こっちじゃない？あまり小さな路地は通らない方がいいと思うし。それもそうですね。じゃあこっちで。充電を切らしちゃうなんて失敗したな。みなみ、ずっとスマートフォンを気にしていたじゃない？きっとそのせいだと思うけど。何度か連絡が来てたわよね。それは。あれ？本当にこっちの道で大丈夫？さっきの地図だとこんな道じゃないはずだけど。どうかしら。地図に反映されていないだけかもしれないし。進んでみます？そうしましょうか。奏さん。何？いえ、なんでもないの。ごめんなさい。そう。奏さん。少しだけ聞いてもらえますか？え？実は今日ずっと連絡をくれてたのはお父さんなんです。時々あることなんですけど、あの映画のお仕事、お父さんがあんまり気に入ってなくて。まあ、親受けのいい仕事とは言い難いものね。言われたんです。お前は自分の将来をどう考えているんだって。それで少しだけ喧嘩になっちゃって。どうしよう。どんどん違う道に来ちゃってる気がする。日も暮れかけてきたわね。宿自体は町の中心から外れていたはずだし、近づいてはいると思うけど。もっと早いうちに引き返しておくべきでしたね。あんまり遅くなったら、プロデューサーさんも心配するでしょうし、場合によっては大ごとになっちゃうかも。それは、避けたいかな。とはいえ、できなかった判断を悔やんでも仕方ないわ。ここからをどうするか考えないと。大体の地図は頭に入ってるから、せめてきちんと方角がわかればいいんですけど。もう少し進んでみましょうか。舗装された道を進んでいることに変わりはないし、何かの施設があれば人に尋ねられるかも。そうね。そうしましょう。それで？はい。お父さんとの話。道に迷ったからって、今さら話してくれない。なんてなしよ。やっぱり、そうですよね。みなみの親がアイドル活動に反対してるなんて、あまり聞き覚えがないけれど。いえいえ、そうじゃないの。うちの親は基本的に応援してくれてますよ。ただ、どう言えばいいのかな。部活動を頑張る子供を応援するようなもので、今何かに打ち込むことが将来に向けた社会経験、大人になるステップだって思われているの。だから好ましくないお仕事には文句を言ったり、将来のことを聞いてきたりってわけ？みなみのお父さんはみなみのことをまだ子供だと思っているのね。まあ、まだお酒も飲めない年ですからね。
そんなの何の関係もないって南もよくわかってるくせに。でもお父さんの気持ちもわかるんです。私はまだ自立しているわけじゃないし、しっかりと説明できる人生プランがあるわけでもない。お父さんだってただ本当に私を心配してくれてるだけ。大人は抑圧者だって自分の欲求のままに怒れたら楽だったでしょうに。残念ですけど、もうそこまで子供じゃなくて、選挙で投票だってできるんですよ。そう聞くとなんだかすごく大人びて思えるわ。子供みたいに無邪気にはなれないし、思春期みたいに反抗もできない。私たちはもう大人の正しさを知ってしまったからね。でも自分の人生に答えを出せるほど大人でもないでしょ。大学の友達が就活の話をしていたりするの。それを聞くと悩むんです。この道の先に私は自分の将来を託せるのかなって。アイドルのままずっと続けるのか、女優やモデルとしてこの世界にいるのか、それともどこかで芸能界を退くのか。でもそんなことを考えてしまうこと自体が仲間たちやプロデューサーさんに不義理な気がして、小賢しいなって嫌で。不義理なんかじゃないわよ。それはむしろ当たり前のことじゃない。自分のやるべきこと、やりたいことを探して私はアイドルになったんです。そしてステージに何かを見つけた気がした。でもそれを追いかけることが正しいのか。結局私はまだ迷ったままで。だけどいつまでも悩んでいられる年でもなくて、それは分かってるの。分かってるんですけど。辛いわね。私親と喧嘩することなんてほとんどなかったから、お父さん慌てちゃってるみたいで、どんどん連絡してくるんですけど、それがなんだか早く答えを出せって責められている気がして。日が沈み始めちゃった。結局どっちがどの方角かもわからないし、ほんと今日はダメですね、私。ねえ南、あの星から何か分かったりしない？あれは宵の明星？そうか。宵の明星が浮かぶのは西の空。方角がわかりますよ、奏さん。さすが、そのあたりの知識もあるのね。これでなんとかなりそう？大雑把ではありますけど、きっとあっちの方角へ向かえばいいから。さっきの道です。なんだかよくわからない場所に着いちゃった。少なくとも自分たちのいる位置は分かったわね。やっぱりこの方向で合ってそう。なんとか帰れそうね。そうですね、よかった。ねえ南、さっきの話だけど別にいいんじゃない？そのままで。そのままで？南は100点を目指しすぎる。いえ、違うわね。100点を目指していないといけないってそう思い込んでいる気がするの。でも南だって人間なんだから、解決できなくて悩んでいて進むことさえできないことが一つや二つあったって普通よ。確かにゴールへ向かうためには
迷うことも必要でしょう。でも迷いが必ずしもゴールへつながる必要なんてないと思う。迷いが晴れないのなら迷わせたままでいさせてくれることも大人の役目。そのぐらいには子供でいてもいいんじゃない？迷ったままで。まあそうは言っても苦しんでしまうのが南でしょうから、せめてそんな自分を肯定してあげたら。悩んで苦しんでそれでも答えを出せない自分をそういうものだって。ちょっとぐらい悩みがある方が女神様だって可愛げがあるんじゃない？そうかもしれませんね。おかえりなさい。お散歩はいかがでしたか？お茶でも用意しましょう。少しお待ちを。ええ、ありがとう。心配かけたわね。奏さん？まさか。私のスマートフォン充電は十分残ってたの。ごめんなさいね、みなみ。もしかしたら知らなかったかもしれないけど、私って嘘つきなのよ。何？みなみ、こんな朝早くに呼び出して。まだ日も出てないわよ。ごめんね。ただ、どうしても二人で行きたい場所があって。ここは昨日の。ああ、そう。なるほどね。そういうこと。ねえ、奏さん。昨日はどうしてわざわざ道に迷ったふりを？それはあえて言うなら嫉妬かしら。いつもお手本みたいに明るく気高く美しく、そして誰にも弱みを見せようとしない。それって歯がゆいの。横から見ていると特にね。それはさすがに買いかぶりすぎですよ。私だってプロデューサーさんや仲間にお世話になってるんだから。ああ、誤解しないでね。決定権を委ねられたり意見を聞かれたりしたいわけじゃないの。あえてチープな言い方をすれば、そう、あなたから愚痴を聞かされたかったの、私は。もう生き方を決めてしまった人たちや責任の意味を知らないような子供、あるいは正しく導いてくれる人じゃなくて、ただ対等に同じ目線でよくわからなくて辛いわねってそう言って笑い合える。あなたにとって私が、私にとってあなたが、そういう相手であればいいって思ったの。奏さん、私も嬉しかったの。ああしてただただ悩みを打ち明けられて、そんな自分を肯定してもらえて。だから、ほら、見て、奏さん。空が染まる。昼と夜の狭間。この輝きには夜明けという名前がある。この瞬間は決して夜が昼に変わるだけの経過ではなくて、それと同じように子供でも大人でもない私たちのこの一瞬も大人に変わるための経過なんかじゃない。今この痛みも悩みも
いずれ経過という名前へと変わって薄く取られて色あせていくことでしょう。私たちがもう子供の悩みに本当の意味では寄り添えないように。それはきっと仕方のないこと。だけどそうだとしても、いえ、だからこそ今この夜明け、この感情、このきらめきは私たちのもの。その光を歌うことは、同じ感情を抱えている人たちのために歌うのは私たちにしかできない役目だものね。あまたの夜明けを祝福するように、この輝きを背負って私たちは女神となりましょう。奏さん、ありがとうございます。朝早くから付き合ってくれて。ねえみなみ、一つずっと気になっていたことがあるんだけど、いつまで奏さんって呼んでるつもりなの？呼び捨てでいいよ。距離を感じるじゃない。おじゃあ奏ちゃんでよろしくお願いしますね、奏ちゃん。そうやって呼ばれるとなんだか恥ずかしいな。奏ちゃん。もうさあ、そろそろ戻ってお風呂にでも入りましょう。朝焼けを望みながらゆっくりとね。まさか砂浜の中を泳いでいるの？もうどこにも逃げ場がない。どこからどう見ても B 級なのに意外と評判いいみたいね、これ。大衆娯楽というものでしょうか。私には理解できません。高尚なクラシックよりも耳馴染んだポピュラー音楽の方が喜ばれることもあります。そういうことではないでしょうか。そういうのは私も一緒かも。身近でお手軽なのって大事だよね。私は結構売れるんじゃないかなって思いましたよ。脚本も演じてて楽しかったですし。みなみは器が大きいわね。まあプロデューサーさんの尽力もあって後半はある程度まっとうなディレクションだったけど。ですよね。監督さんは複雑な顔をされてましたけど、それでも仕上げるあたり監督も大人だったんでしょ。それにその辺の押し引きは私たちの領分じゃないから任せておけばいいんじゃないね、プロデューサーさん。ありがとうございます。売れたといえば、お二人の楽曲も無事売れていると聞きました。おめでとうございます。私の友達もたくさん聴いてるって言ってたよ。特にちょっと大人びた感じの子たちがすごく感動してた。それは嬉しいわね。届くべきところに届いて共感してもらえたなら。それこそ私たちを身近に感じてもらえたら嬉しいですよね。これからも私と奏ちゃんのレアアウローラプッシュお願いしますね。あら、気づいても言わぬが花ってこともあるわよね。秘密の夜明けを奏ちゃんと一緒に迎えましたから。その思い出は私たちだけのもの
いくらプロデューサーさんだからって分けてあげないから。知らぬ間に子供は大人になっていくものなんて。私この後カフェにでも寄ろうかと思っているんですけど、かなでちゃんも一緒にどうですか？素敵なお誘いね。もちろんご一緒させてもらうわ。それじゃあプロデューサーさん、みんなお疲れ様です。お疲れ様。お父さんとの話は結局どうなったの？そういえば話してませんでしたね。あの後両親とはゆっくり話したんです。まだ自分の中でも答えが出ていないこと、ちゃんと考えるから待っていてほしいこと、それから将来へのキャリアじゃなくて、ただ単純にアイドルは楽しいから続けたいってこと。みなみ。そしたらわがままを言ってくれたねってパパったらなんだか嬉しそうで、私ちょっとだけ泣いちゃいました。そう、よかったわね、みなみ。いろいろ聞いてくれてありがとう、かなでちゃん。どういたしまして。いつか私の充電が切れた時は田舎道を付き合ってね。任せてください。こう見えて私健脚ですから。みなみったら。あら？シークレットデイブレイク、店内の BGM に使っていただけるなんて嬉しいな。願わくばこの曲が様々な夜明けを祝福する初光となりますように。